この動画では字幕を表示してご視聴ください。JR 九州全線走破の旅、前回までのあらすじ。3日目、無事計画通り鹿児島県の仙台駅に到着。枕崎駅を出発して3日間可能な限り移動してきたが、残念ながら3日で全線走破することはできなかった。残った未乗区間はこちら。鹿児島本線の仙台駅から鹿児島中央駅まで、肥薩線の吉松駅から隼人駅まで、吉都線の吉松駅から都城駅まで、そして日南線の田吉駅から志布志駅までの合計 235.2km。 果たして延長4日目で全線走破できるのか。本動画はその4日目の様子である。皆さんお久しぶりです。本日は1月2日、鹿児島県の仙台駅に来ております。今回は JR 九州全線制覇の旅4日目の様子を紹介していきます。それではよろしくお願いいたします。挨拶も早々に終え、早速改札の中に入りましょう。駅員の方に切符を入居してもらいます。階段を降りてホームに降り立つと、目的の列車はすでに停車していました。最初に乗る列車はこちら。仙台駅を5時28分に発車する普通鹿児島中央行きです。この列車で鹿児島本線を乗り潰します。早速乗車しましょう。車内には誰もいません。そして発車時刻となり、定刻で仙台駅を発車。夜明け前の鹿児島本線をひた走ります。さあ、列車は伊集院駅に到着しました。まだ夜は明けていません。ちなみにこの伊集院駅からは、かつて鹿児島交通枕崎線という鉄道路線が分岐していました。この路線は1984年に前年の豪雨災害を受けて全線廃止となっています。列車はさらに南下して鹿児島中央駅に到着。結局終点までに夜が明けることはありませんでした。ともかくこれで鹿児島本線は完全制覇です。4日間かけてようやく全線制覇しました。さあ、次の列車に乗り換えるべくエスカレーターで登ります。乗り換え時間は10分です。階段を降りて電光掲示板を確認します。次の列車は3番乗り場から発車するようです。列車がやってきました。この旅で初めて415系に乗車します。鹿児島中央駅を6時27分に出発する普通列車の国分行きです。時間があるので駅名標を撮影します。これから鹿児島と書かれた方向に進みます。途中、留学には停車しませんのでご注意ください。発車します。閉まるドアにご注意ください。さあ、列車は定刻で鹿児島中央駅を発車。3日目に来た道を戻っていきます。列車は鹿児島駅から日豊本線に入り、竜ヶ水駅付近を走行中です。今乗車している列車は古い車両のため、車体からギューギューときしむような音がしますが、それでも元気に未明の鹿児島を走ります。さあ、少しずつですが夜が明けて明るくなってきました。海を挟んだ先、桜島の陸地の稜線が見えるようになってきています。今日はいい天気になりそうです。ちなみに車内はガラガラ。年末年始の早朝なので当たり前。まあこんな時に列車に乗るなんて私みたいな旅人しかいないでしょう。鹿児島中央駅から約38分、空がだいぶ明るくなってきたところで隼人駅に到着です。この駅から分岐する路線がまだ攻略していない未乗路線なので、ここで乗り換えます。
さあこの駅での乗り換え時間はわずか1分。扉が開いて軽く駅名表を撮影したら、ホーム反対側に停車している1両編成の気動車に乗り換えます。隼人を9時6分に発車する肥薩線の普通列車吉松行きです。この列車の乗客数も極めて少ない3人しかいませんでした。さあ隼人駅を発車します。次の攻略路線は肥薩線吉松方面へ北上していきます。隼人駅を出ると列車はすぐに森の深いところを走ります。列車は低速で上り勾配を登っていきます。さあ列車は最初の行き違い可能駅氷木山に到着です。ここ氷木山で対向の鹿児島中央行き普通列車と相対します。氷木山に無事到着。まだまだ北上します。そして列車は枯井川駅に到着。この枯井川駅の駅舎は県内最後の駅舎であり、国の登録有形文化財にも登録されています。さあ列車は深い山の中をさらに進んでいきます。そして到着したのは大隅横川駅です。ここでも対向列車と行き違いを行います。またこの駅の駅舎は枯井川駅と同様に開業時からあるもので、枯井川駅と並び最古のものとなっています。そしてこの駅舎が長い歴史を持つ証拠となるのがこちらの機銃掃射の跡です。看板にもある通り、第二次世界大戦中に被災し、弾は屋根柱を貫通したそうです。そしてこの大隅横川駅も下車せずに発車。終点までもう少しです。さあ終点に近づいてきました。吉松駅です。2面4線の大きな駅。この列車は2番乗り場に到着します。吉松駅には定刻で到着しました。この吉松駅到着をもって肥薩線の攻略は完了です。列車から下車しました。お世話になった列車のご尊顔をしっかり撮影。そして駅名表もバッチリ撮影します。目の前に見えるこちらが吉松駅の駅舎です。売店は閉店しています。またこんな掲示を見つけました。肥薩線の普通区間についての掲示です。2022年1月現在、肥薩線は豪雨災害の影響により八代から吉松駅までが普通となっています。今回の全線走破旅でもこの普通区間は制覇対象外とさせていただいております。肥薩線吉松行きの列車が乗降を終え扉を閉めました。そしてすぐ反対の1番乗り場に列車がやってきました。こちらが次に乗る列車です。吉松駅を8時23分に発車するキット線経由の普通列車都城行きです。2両編成の列車がやってきました。ちなみに肥薩線の列車は人吉八代方に引き上げていきました。そして4番乗り場の方へ移動。ここでこの列車はしばらくお休みするようです。さあキット線の列車に戻ります。列車は発車時刻となり扉を閉めました。キット線の攻略開始です。キット線は肥薩線とは異なり比較的平野の開けたところを走ります。遠くに霧島山が見えます。列車は海老野駅に到着。かつて走っていた急行海老野の名前の由来ともなっています。海老野駅発車後も変わらず手前が田畑、遠くに山が見える光景が続きます。そして列車はキット線の途中駅では唯一の有人駅小林駅に到着です。小林市の中心駅だけあり、
こから多くの人が乗車してきました。列車は丘陵地帯を突き進んでいきます。キハ40系でのどかな雰囲気の旅を堪能。ですな。さて、そんな旅の道中で間食を食べます。相も変わらずベースフード、メープル味のパンとココア味のクッキーを食べます。いざドン。いい雰囲気で食べるとより美味しく感じられますね。さあ、住宅が増え街の中へと入りました。進行方向右手にキット線とは別の線路が見えます。まもなく終点の都城駅に到着します。本日2回目の都城駅、これでキット線の攻略完了です。乗ってきた列車が都城で終点なので、当然ここで下車。駅名標を遠くから撮影します。さあ、階段を上って次の列車が発着するホームまで移動しましょう。降りたのは2、3番乗り場のホームです。向こうにさっき乗ってきたキット線の列車が見えます。こちらが都城駅の時刻表です。次はどの列車に乗るでしょうか。さあ、次に乗る列車がやってきました。都城駅を10時9分に発車する霧島5号の鹿児島中央行きに乗車します。乗る列車間違えてないと思った方、あなたは正しい。申し訳ありません。ルート選定を少しミスってますが、一応計画通りですのでご安心ください。この列車で一旦西へ向かいます。列車は都城駅を発車。昼間の日豊本線を走ります。列車は霧島山を越えるため山の中へと入っていきます。そして列車は峠越えの途中にある霧島神宮駅に到着しました。昨日も来た霧島神宮駅ですが、今回は昼間のうちに来訪。山の中ですが住宅がしっかりとあるのがわかります。霧島神宮を発車してしばらくすると特急列車と相対しました。ここは南霧島信号場です。さあ、目的地に到着しました。降り立ったのは国分駅です。787系のご尊願を撮影。そして国分駅でお世話になった車両をお見送り。ありがとうございました。はい、国分駅に来ました。国分駅周辺をちょっと歩いていきたいと思います。向こうに見えるのが国分駅です。そして、こっちに向かっていきます。この通りをずっと行ったところに目的地があります。地図を見ながらですね、まだもうちょい、距離がありますね。国分駅はこんな感じなんですね。とりあえずこの歩道を歩いていきたいと思います。はい、ということでありましたよ。鹿児島交通国分駅入り口。これで鹿児島交通の志布志方面駅ということになります。志布志、次の時刻は土日祝日もありますね。11時35分です。さあ、時刻は11時10分です。まだ時間があります。待ちましょう。さあ、目的のバスがやってきました。乗車していきます。整理券を受け取って先頭座席に座ります。バスに乗るんだったら国分からではなく都城から乗ればよかったのではと思う方、はい、その考えは大正解です。しかしこれで計画通りなのでこのまま突き進みます。とりあえずこのバスで日南線の終点志布志駅へ向かいます。路線バスなので運賃表示器と運賃箱があります。旧式ですね。さあ、バスは国道10号線を東へ進んでいきます。途中峠越えがありますが、上り坂ではバスのパワーが弱いためかなり低速で走行します。
牧之原地区に入りました。バスは国道10号線から離れて細道を通ります。これは運転する方も大変ですね。しばらくすると県道63号線との交差点に到着。ここを右折し、さらに東へ進みます。さあ、峠を越えて岩川地区まで来ました。ここで目の前に都城発鹿谷行きのバスに遭遇。都城でこのバスに乗れば迂回せずに済みました。明らかに無駄が多い工程を進んでいますが、とはいえ現状計画通りにこなせているので問題なしと考えましょう。バスは順調に岩川に到着。ここにバス路線が集結しており、乗り換えが可能なバス停です。岩川を出た後も峠越えは続きます。ヘアピンカーブを越え、勾配をぐんぐん登っていきます。山を越えると何やら一段高い道路をアンダーパスしました。こちらは都城志布志道路です。この道路を使えば志布志までショートカットできますが、このバスは路線バスなので下道で志布志まで向かいます。志布志までの道のりは長い。この後もう一回峠越えがあります。志布志インターチェンジを通過しました。志布志市街地まであと少しです。さあ、国道448号線と県道63号線との交差点まで到達しました。この交差点を直進した先がもう海になります。バスはこの交差点を右折します。そして駅前を左折。さらに左に入ってこのバスの終点志布志駅前に到着です。さあ、やってきました。志布志です。ここが日南線の末端になります。ここから JR 九州日南線を本格攻略していきます。とりあえず電車に乗り込みましょう。乗り遅れたら嫌だからね。一応13時1分定刻に到着しました。さあ、お待たせいたしました。 JR 九州路線全線走破の旅、最後に攻略するのは日南線です。志布志を13時20分に発車する普通列車の油津行きです。宮崎日南ライン。イルカのロゴマークが車体に飾られていました。そして扉が開いたので早速乗り込みます。整理券を忘れずに受け取りましょう。後で精算するときに必要になります。座席は進行方向右側の座席を確保。海が見やすいですからね。発車まで時間があるので駅名標を撮影。潮風に当てられたからなのかかなり錆びています。運賃表示器は液晶表示器でした。しかし運賃箱はかなり古いです。さあ、志布志駅を定刻で発車しました。日南線を全力で楽しんでいきましょう。JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は油津行き湾岸列車です。次は大津です。駅を出てすぐ海が見えました。とても綺麗です。さて、ここでようやくお昼ご飯を食べます。12時頃はバスにずっと乗っていたのでご飯はずっと我慢していました。お腹ペコペコです。もう13時30分。さぞ美味しいことでしょう。ではいざドン。ごちそうさまです。日南線からの景色を楽しみながら食べることができました。さて、福島今町駅を過ぎると列車は海を離れ進路を北へ取ります。しばらくは遠くに山が見える光景が続くでしょう。絶景です。列車はここから南郷駅まで峠越えとなりますが、ここで眠りこけてしまいました。すみません。気がつくと列車は海が見える大道津駅に到着しました。
あと一駅で油津に到着します。列車大道津駅を発車。そしてかの有名な絶景ポイントにやってきました。ご覧ください、この景色。木々に遮られることなく海を一望できます。いやはやほんと晴れてよかった。めちゃくちゃ綺麗な景色です。さあ、ひとしきり海を楽しんだら終点の油津駅に到着です。ここから北へは別の列車に乗り換える必要があります。お世話になった列車のご尊顔を撮影ありがとう。さあ、こちらが油津駅の様子です。撮影当時は冬ですが、なんとなく南国の雰囲気が漂います。そしてゴールへと連れて行ってくれる最後の列車がやってきました。宮崎方面からやってきた列車がここ油津駅で折り返します。最後の列車は日南線の油津駅を14時51分に発車する普通列車の南宮崎行きです。車内はそこそこの混雑で発車。油津駅からかなり乗客が乗り込んできたようです。帯駅に到着。ここで特急海幸山幸と相対しました。乗りたかった。列車は去年9月に台風の影響で土砂崩れが発生した小内海駅手前まで来ました。崖崩れが発生し、青島駅から志布志駅までが不通となりましたが、今日2022年1月2日では通れるようになっています。崖崩れから復旧し、対策が施されているのが見てわかります。小内海駅に到着。海が見える絶景ポイントです。さあ、最後に海が見えるスポットです。思い出として海をしっかり目に焼き付けつつ去ります。ありがとう、絶景だった。木花駅に到着。ゴールまであと少しです。 JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。次は田吉です。田吉より宮崎空港線は乗り換えです。さあ、ゴールに間もなく到着です。田吉駅まで残り1区間となりました。ご乗車ありがとうございます。まもなく田吉です。進行方向右側より線路が合流してきました。昨日3日目に乗車した宮崎空港線です。一旦線路が合流し1本になった後、再び分岐して発着線を2本にして列車は田吉駅に到着します。田吉駅に無事到着。これで日南線を全線制覇、そして JR 九州の路線を全線制覇しました。忘れずに列車のお見送りをします。終点の南宮崎駅まであと一駅ですが、どうかお気をつけていってらっしゃい。ようやくこのゴールの駅名標を撮影することができました。駅前は正直何もない片田舎の駅です。飛行機が着陸しようとしています。近くに宮崎空港があるので当然ですね。というわけで枕崎駅出発から3日半、全線を走破することができました。この動画はここで終わりです。最後にこの動画が良かったと思ったら高評価およびチャンネル登録よろしくお願いします。励みになります。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。